ハロー、皆さん。今日はプラハのクリスマスマーケットに行きました。プラハへようこそ。Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. 今回は初日に訪れたチェコ・プラハのクリスマスマーケットを紹介します。観光から戻ると早速クリスマスマーケットがオープンしていました。分厚い焼きたての肉がうまそうです。プラハのハムのお店ですね。熱そうですが、これは確実に美味しいやつ。お肉の追加シーンも見ることができました。巨大な肉をボンボンと針にぶっ刺していきます。すごーい。ポンプ式のケチャップとマスタードをしっかりつけて部屋に戻ります。見た目通りすっごい美味しかったですよ。プラハに行くならこれはおすすめ。そんなこんなでふと外を覗くと、人。ドイツのクリスマスマーケットよりも混雑しているような気がしますね。プラハでも街の複数箇所でクリスマスマーケットが開催されています。そしてここはプラハ最大の旧市街広場のクリスマスマーケット。初日だからか大にぎわい。ちょっと気合を入れて下に降ります。めちゃめちゃ可愛いガラスオーナメントの屋台を発見。クリスマスツリーはマークさんのルールが厳しいため、2人で慎重にオーナメントを選びます。結局こちらの3つを購入。毎年少しずつ追加していきます。お次はフルーツからチョコレート、チーズまで様々な具材を使ったお団子のような食べ物を食べに来ました。私たちはキンダーのチョコレートが入ったものを購入。チェコ語ではグネドリークという食べ物の一種だそうですが、ドイツのクヌーデルのアレンジ版って感じですね。温かいんですよ、これが。美味しすぎて幸せでした。でも人が多すぎて大変だったので、一度部屋へ避難。広場には約15メートルの高さのクリスマスツリーが設置。キラキラ輝くツリーがとても美しいです。旧市庁舎にもまだ人がいますね。ここのクリスマスマーケットは午前10時から午後10時まで。まだまだ食べますよ。ポテトチップス。家にもこの機械欲しいですね。ちなみにチェコの共通通貨はユーロではなくチェココルナですが、ほとんどの屋台でユーロが使えました。カード決済ができる屋台も多いですが、ちらほら使えないところもありました。体が冷えてきたので、お次は温かい飲み物。私はチェコ版のグルーバイン、マークはアップルサイダー。お味はどうですか？楽しい。ノンアルだよね、マークの。あ隣にはマーチパンのお店。日本ではあまり見かけなかった気がするのですが、皆さん何か知ってますか？マーチパンは砂糖とアーモンドをひいて練り合わせた洋菓子なのですが、これがドイツではよく登場します。
ちょっとあんこっぽいといえばそうなのですが、私はあんこは好きでもマーチパンは嫌いです。マーチパン。続いてプラハのワッフルの屋台。ちょっと形が面白いですね。焼きたてのワッフルが美味しそう。どれがいいってマークに聞かれてこれって答えると、やっぱそれは嫌だと何度も言われるっていう状況を繰り返して、結局マークの選んだものにしました。まああるあるですよね。本人の中でおおよそこれって決まっているんだけど、少し悩んでいるから後押しされたい的な。味はご想像通りとっても美味しかったです。そして本日最後のグルメは蜂蜜のワイン。美味しそう。普段はお酒を飲まないようにしているのですが、今宵は好きなだけ飲んだくれます。思ったよりスパイシーでガツンとアルコールがきますが、芯から体が温まりますね。クリスマスに家族みんなで飲みたいので1本購入。プラハのクリスマスマーケットは飲食の屋台は同じ種類のものが多くて、ドイツと比べるとやっぱりちょっと物足りないかなと感じてしまいました。でもカード決済できる屋台が多いのは嬉しいですね。それに可愛いオーナメントもゲットできたので大満足。さて、プラハのクリスマスマーケットの旅はここまで。次回はチェコ・プラハの旅動画です。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。また次の動画でお会いしましょう。チュース。